まずは生地のサイズです。表と内側同じサイズで準備をします。横幅42センチ、縦幅が52センチで準備をします。ポケットに使う生地です。これも表も内側も同じサイズで使います。26センチ ×26 センチ、内側と表側1枚ずつ準備をします。持ち手は今回はカバンテープを使っていきます。25ミリ幅です。長さは40センチで2本準備をします。ショルダーにもできるようにしていくので、20ミリの D カンを2つ。これはアヤテープの20ミリ幅のものです。5センチで2つ準備をしておきます。次に使っていくのが、これは100均で売っているランチクロスです。50センチ ×50 センチのものを1枚ご用意ください。もちろん通常の何か薄手の布でも大丈夫です。もう一つ、これがリクエストにあったペットボトルホルダーをつけたバッグが欲しいということでしたので、100均のペットボトルホルダーを使っていきます。ここにファスナーがついているのでとても使いやすいなと思ったので、こちらの方を準備しました。もちろんファスナーではなくて通常のペットボトルホルダー、お気に入りのものがあればそれをご利用ください。まずは D カンはこのように通しておいて留めておきます。次にポケットを作っていきます。ポケットは半分にしてもらって、中心を開けておいて周りを1センチで縫って裏返していきます。表のポケットも同様にしていきます。角を切り落として裏返します。返し口のところをきれいに整えて、返し口のこの部分だけですね、ステッチで閉じておきます。この部分を閉じてきたら、表の方にはポケットのところにタグをつけるときにはここでタグをつけておきます。次は本体の生地です。まずは表生地の横幅の中心を測っていきます。ここから6センチのところにポケットを置いていきます。この位置に周りを縫って留めていきます。内側もですね、全く同じ位置につけていきます。それぞれポケットをつけてもらったら、表の生地の中心がここに印があるので、ここから左右に5センチ、5センチの印の外側に持ち手が来るように置いていきます。この部分をまずは5ミリほどで仮縫いをしておきます。次は中表を半分に折ってください。この状態で端から1センチを両サイド縫っていきます。内側の生地も同じように中表半分にして両サイドを1センチで縫います。どちらも両サイドを縫ってきたらまちを作っていきます。横の部分をしっかりと開いてもらって、中心のところが5センチに合わせて10センチですね、10センチのまちを作っていきます。この時に縫い代は開いて縫っておいてください。表生地2箇所、内側の生地も2箇所同じようにしていきます。
まちのところを縫ってきたら1センチほどに切り落とします。次はですね、表生地のこの横のところにさっき準備しておいた D カンの取り付けをします。ちょうど縫い目の横のところに D カンが下を向くようにして、この位置に 5mm で仮縫いをしておきます。次はですね、こちらのランチクロスを使っていきます。ランチクロスはですね、まず三角形に半分にしてください。このままカットをします。このように三角に2枚に切ってもらったら、ちょうど直角になっているところを中心の斜めのところに、大体でいいのでざっくりと合わせていきます。もともと歪んでいるものが多いので、あまり気にせずざっくりと合わせてください。2枚ともこのようにしてもらったら、角のところはあまり鋭角だととても裏返しにくいので、1センチぐらいまっすぐ縫ってからこの端のところを縫っていきます。どちらも縫ってきたら、先のところを切り落として、角もですね、少し斜めに切っておきます。これを表に返していきます。このように表に返してもらったら、縫い代のところをだいたい中央に来るように折っていきます。先のところはこの向きに横に縫っているんですけれども、ここはギュッと潰して、このような状態にしてアイロンを当てていきます。2枚ともアイロンができたら、2枚を重ね合わせてもらって、この下のところを切り落としていきます。でこの時にですね、ここの縫い目からの直角にしておきたいので、縫い目に物差しを直角になるように当ててもらって、この部分をカットしていきます。これを表生地に仮縫いをしていきます。横のところにつけていくので、これ自身の中心をここで合っているので、これをちょうどバッグの縫い目のところに合うぐらいの位置に留めていきます。ここを留めるときに、この縫い目が今見えている方向に留めてください。このような状態にしてもらって、これもですね、また 5mm で仮縫いをしておきます。このように仮縫いができたら、内側の生地を入れていきます。内側の生地を表に返してもらって、中に入れるときにポケットとポケットが重ならない方向に入れてください。脇の部分を合わせていきます。この上の部分を1センチの縫い代で縫っていきます。返し口として開けておくのは、表生地のポケットをつけていない側、それのこの持ち手の間、ここを開けておきます。こ
この部分を開けて縫ってきたら、一度ですね内側の生地を出してもらって、横と横のですねマチを縫い合わせておきます。縫い合わせる時にはこの縫ってあるところよりも外側で縫っておきます。このように横のマチを今片方ですねつないできました。もう片方も同じようにこの部分を縫っておきます。これはお好みでやってください。返し口から表に返していきます。表に返してもらったら、一番上のこの部分ですね、ここにステッチを当てていきます。その後にですね、これもお好みで大丈夫です。ステッチから1センチほど下、もう1本ですねステッチを当てておきます。これはですね、この使っている生地がキルティング地で、内側がブロード地を使っているので、どうしてもここの部分がたるみやすくなってきます。一応マチを縫い合わせているのでだいぶマシなんですけれども、この辺のもたつきが気になるので、上の部分に2本のステッチを当てておきます。同時にここで返し口も閉じていきます。これでですね、上の返し口も閉じれましたし、しっかりしたと思います。この、三角のところはですね、お好みでステッチを当てる時に内側に入れて一緒に縫ってもらっても大丈夫です。今回はできるだけちょっと見える感じにしたかったので、ステッチでは押さえずにこのように縫っています。ではここにですね、ペットボトルホルダーを取り付けをしていきます。まずはこの持ち手のところを糸を切ってですね外していきます。この部分を外してもらったら、同じようなファスナータイプあった場合にはですね、これの丸みを残した状態で取り付けておきたいので、縫っていくんですけれども、カバンの中の端の部分ですね、ここにピタッと合うようにつけていきます。このままここに入れた状態でファスナーが手前を向いていて、ここの部分を縫っていきます。ここを縫うんですけれども、中心のだいたい4センチから5センチぐらいだけ、この部分だけを縫っておきます。中間よりも下あたりにも同じぐらい 4,5 センチを縫って留めていきます。これでペットボトルホルダーの取り付けもできました。このような感じに使えます。で、こちらのねペットボトルホルダーをつける時の注意点は、バッグの底に下がピタッと沿うぐらいにして合わせて作ってください。これで完成です。横が30センチぐらいです。縦幅が20センチぐらい、マチは10センチになります。ちょっとお気に入りの生地なんかでここにですねくくるようにしておくのも可愛いですし、
特に結ばずにですね、中に入れておいてこのまま使ってもいいと思います。その時用にここにですね、樹脂ホックなんかをつけてもらってもいいかなと思います。